ロジェクトです。はい、フルマラソンをね挑戦してみようかなというふうに思ってます。はい、ハーフマラソン。おお、はい。ちょっとそれもいけたらなというふうに、そう行ってみましょうか。はい、思います。すみません、背中を回して硬くなってるからはい、ということで今日はハーフマラソン当日ということでやってまいりました。一応フル目指してやってるんですけど、一旦ハーフに出てみようということで、ハーフマラソンに向けて走れる日、ちょっと忙しい日は走れない日もあったんですけど、できるだけ走るようにトレーニングをしてきました。で、前回代々木公園で走ったのがあれ多分3月とかだったと思うので、カメラの前で喋るのは久しぶりなんですけど、でもね、なんだかんだ、その時から体重も4キロぐらい落ちて、その時よりも体は軽くなってはいるので、走る方に最近は振ってて、筋トレもやってはいるんですけど、あの時言われた肩のトレーニングをやめまして、こういうサイドレイズを、ここはあまりそうっすよね、使わなくてもいいのかなっていうので、間違いないです。基本10キロ走ったり8キロ走ったり、なんかペース走やってみたり、食事は本当に素材のもの、基本的には肉、魚、卵、最近は炭水化物、じゃがいも取ってるんですけど、なんかそういう感じでやっておりました。心のコンディションに関しては多分余裕かなと、余裕かどうかわかんないんですけど、走る気持ちはできてるんで、今日初のハーフマラソンやってやろうかなという感じではあります。今日は宇野健さんとこの後合流して、ストレッチなりなんなり、体温めてね、走れる状態にしていきたいなというふうに思っております。そうですね、なんかいつもは本当に公園とかをぐるぐる走り回っていただけなので、もうYouTube とかカメラを回す機会もちょっとやっぱり難しくて、朝早かったりとか仕事前とかも多かったので難しかったんですけど、今回大会で他の多分出られる方と一緒に走るっていうのもあって、なんか多分モチベーションもらえるなっていうふうにも思いますし、久しぶりに宇野健さんとも一緒に走るので、本当にいろんな方と一緒に走ってモチベーションもらいながら頑張っていけたらなと思ってます。ハーフマラソン頑張って走っていきたいと思います。行くぜ。はい、ということでやってまいりました。こちらゼッケンでございます。もう走る直前まで来ましたということではい、大会もう初めてですね、こういう大会。あとこういうなんか大会的なものに出るのも久しぶりなので、ちょっとドキドキしてるんですけど、もうとにかくね、いつもお世話になってるトレーナーの宇野健さんに来てもらいました。よろしくお願いします。お願いします。それではいきますよ、レッツゴー。やってくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。これが本番ではないですよ。はい、助走で。そうです。11月にこの目標のね大会に向けてフルマラソンに出るので、はい、一旦ハーフに出てみようという最初の話だったので、ちょっと若干リスケを重ねてしまったんですけれども、重ねすぎました。すいません。お仕事が入り。そうです。もうドラマ見てますよ。ありがとうございます。面白い。ありがとうございます。面白い。あとドーム、東京ドーム、そうなんです。見に行かせていただきました。ありがとうございます。ちょっとびっくりするぐらいかっこよかった。いや本当ですか。いや、すごすぎた。マジですか。で、なんかドームで歌の中で豆原くんが真ん中に行ってこう倒れるシーン。ありましたね。俺足心配しちゃって本当に怪我しないでほしいなと思って。確かに。そう。いや本当に良かったんで。いや嬉しいです。ありがとうございます。すごかったさ。今日はね、走るということで、ようやくです。ちょっとパフォーマンスとは全然違うかもしれないんですけど、ハーフマラソンということでね。やっぱりハーフを走っていただきたい理由は、やっぱ本番ね、フルマラソンいきなり走るってなると
ちょっとやっぱりそうですよね。厳しいんですよ、はい。だからその半分でも走っておくと、ある程度あともう一回走るのかぐらいのイメージでいくので、だからそれをちょっと味わってほしいなっていうことで。怖いですけどね、やっぱ久々にいやこういう大会出るのめっちゃ久々なんで、なんか、いや豆原君、はい、僕はちゃんと練習してるっての知ってますから本当に練習頑張ってました一応。JO1 のね公式 X でもはい15キロ走ってこのタイムをね、はい載せてて結載せました構いいペースで走ってたんで、もまあでもそれ大体豆原君が15キロ走ってたのははい1キロ5分15秒のペースうでそうですね。走ってたんですけど、そうですねでもやっぱりそれをこうハーフまで継続ってなるとなかなかちょっと難しい部分もあるので、まあある程度今日目標タイムはあるかもしれないんですけど、はい完走をそうですね。ちょっとしていただきたいっていうので、一旦やっぱそこの気持ちと、うんはいあとはこういう大会の雰囲気にもね、うん初めてなので、はい慣れていくためにもはい、完走確かにそうです、はい目標で頑張りたいなと完走目標で今日のハーフの目標タイムはい。大体でいいので、いやーだから多分15キロが1時間20分弱とかだったんですよ確か。はい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 だから1時間50分ぐらいですか。ああそうですね、はいまあ僕の中でははい大体1時間さっき言った45分からはい55分ぐらいでいければはい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 いいかなっていうので、なるほどでもあんまりペース追いすぎると、はいやっぱそこでこれ目標タイムいかないなってなると、メンタル的にもきついなるほどからなるほいい感じで走って、はい調子が良かったら後半上げていくみたいな感じであー絶対無理して終わると、はいやっぱ次のフルマラソンに向けての不安が確かに不安だらけになってしまうんですそうですよね。もうこれで今回終わってしまうそうですのでよね。それはもう勘弁してください。いや間違いないです。なんかいろいろ動画見て、はいなんかフルとかもなんか30キロの壁とかってありますあります言いますもんね。うん、そうそうそう、これそんな壁を待ち構えてるのにもうこのハーフではいくたばってたら意味がない。そうですじゃあそうですもんね。はなんで今日はとりあえずはもうはい完走で、目標で、はい、一旦ねそのはい50分とか55分いけたらいいなと思いながら、そうですそうです、はいはい、はい走れたらなとはい思います。サポートお願いします。はい、もう気候もね今日は7月にしてはめちゃくちゃ奇跡的にこのまあ多少湿度はあるんだけど、曇りですし、めちゃくちゃ涼しいですね。めちゃくちゃ涼しいので、はい今回の大会なんですけど、まあ豊洲ですこちら。はい、はい綺麗ですね。綺麗ですよね。風も気持ちいいですし、はいまあコースは 2.4 キロ行きます。 2.4 キロ。で 2.4 キロ帰ってきます。なるほど。そうすると 4.8 キロです。はい。でそっからまた100メートル行って100メートル帰ってくると5キロです。はい。うんそれを4回繰り返してなるほど。最後に400行って400行ってまた帰ってくるみたいな感じで。はい。じゃあ豆原くん、はい普段朝ね、はい。朝ランをやってるっていうのほぼ毎日ほぼ朝ランで朝ですねでまた夜になるとちょっと視界が暗くなるので走りづらい感覚が多少あるかもしれないんだけども、そうでもスタートしてる時は多少明るいので、なるべくだったら明るいうちに帰りましょう明るいうちだから早く走れというめっちゃ速くないですか。だいぶ速くないですかそれ。でも夜のレースは夜のレースでまたいつもね明るいところで走ってるから感覚が違うんでそれも楽しみながらちょっと確かに走っていただきたいなと思います。ナ新しいイトレースなんてなかなかないので、そうなんですねはい、照明とかもつくので楽しみですね。はい景色が楽しみです。そうです、はいそんな風な感じで楽しんで走っていただきたいなと思います。そうですちょっと頑張って頑張ります。はいお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっとそう思ってる以上に体張ってるんでまだレース1時間前なんですけどちょっとほぐします。はいありがとうございはい、ます。ちょっとやりましょう。じゃあめちゃくちゃ硬いね。マジですか。硬いな。でこれ背中めちゃくちゃ張ってんのは走ってる証拠なんですよ。やっぱりしっかり走ってると背筋すごい使うんで、ここ肩よりもここよりもここがやっぱりめっちゃ硬いんですよ。でここに呼吸する呼吸筋っていうのがあるんで、ここをしっかりほぐしたんですよ。でここほぐすだけでも走りのパフォーマンスめちゃくちゃ上がるんで、腕が振れるのもあるし呼吸がしやすくなるんですよ。はい、やっぱ疲れてくると背中すごい疲れるんですよ。はい、それは背中が張ってくるから疲れるわけであって、はい、そうですね。走れるときは走らなきゃと思いながら
ドラマの撮影が早朝の場合は、はい、5時に起きてました。おお5時に起きて練習。はい、すげえ。5時に起きたりとか、まあ今もまだ撮影中なんですけど、明日あるんですよ。明日撮影があって、まあでも決めたんでやるしかないなっていう、自分で決めたから。ここは痛くない？そこちょっと痛い。ああそこ。ここの内側結構折れやすいんですよ。疲労骨折しやすいんで。はい。長距離の練習してるから、そっちにもまあ生きていくのかななんて、通ずるものあんのかなとか思いました。なんかはい。でも最近俺マジで練習の時足のスタミナ結構ついた気がする。なんかめっちゃ動くな俺みたいな、足が。なんか走る前まで別にそんなめちゃくちゃ足トレとかしてなかったんで、最近やっぱ走ってるから血流の巡りいいのかなとか思いながら。前日やっちゃうと体が結構休んじゃうっていうか、疲労が出過ぎちゃったりとかしたりとかするので、前日がっつりやっちゃうと、まあ、前日軽くっていうのもあるんですけど、まあ、当日まあ1時間前ぐらいにさらってやるのがまあいいのかなと思うので、はい。よいしょ。ありがとうございまよす。し、頑張りましょう。めちゃくちゃ気持ちよかったです。 OK で、一回ちょっと背中をこう回して、はい、めっちゃなんかそうマジで気持ちいいかも。そう、だから背中が動くわ。そうしっかり回して、で首回して、で一回伸びて、なんか懐かしいこれ。OK。ありがとうございます。よし、よし行きましょう。はい、行きましょう。よっしゃ行きましょう。行きましょう。緊張はあります。あ、緊張感やっぱり緊張感あります。そうなんかやっぱすごい大会だなみたいな、そうちゃんとしたレースが始まるんだっていうのを若干感じてます。まあ緊張感あった方がそうですね。ね、いいと思う。確かはいワクワクしてきた。順番に並ぶのはまあ本当に分かりやすく、速い人がどんどん前に並んでいくっていうので、前村君どの辺から行きましょうか。真ん中ぐらい。真ん中ぐらいからじゃあ真ん中ぐらいから、真ん中ぐらいがちょうどよく。ちょうど、はいはい。じゃあ後ろの方に、はい、行きましょうか。よし、前行こう。よし、お願いします。よし行こう。お願いします。よし。なんかドキドキするな。お願いします。お願いします。おお、始まったよ。こんなもんなんだ。さあ走り始めどうですか。もう今のところはいつもと同じ感じですけど、同じ、はいはい。こっから20キロ OK。楽しく走れたらいいですね。楽しく行きましょう。楽しく、はい、これ石畳だから意外と疲れるから、この白いところ走りやすい。はい、そこ、そうもうこの上が一番走りやすい。あ、そうなんですね。この上が一番いい。はい、ナイスラン。うい、いいよ。本当だ、すげえ。はい、5分13。うい、はい、ナイスラン。いいよ。きつさは大丈夫？大丈夫です。 OK。 いい動きしてるんで、はい、体も重くなってそうなんで、あと天気も涼しいんでいいコンディションなんで、このまま、そんなペースを落とさず、前原君に頑張ってもらいたいと思います。よっしゃ、はい、行きましょう。行きましょう。よっしゃー。どうもいいしょ。こうやってね、交差するランナーが声かけてくれるんで嬉しいですね。ね、嬉しいねこれね。 OK。 よっしゃ。ハーフは7キロぐらいから少し疲労度が出てくると思うんですけど、そこを
ちょっと頑張ってもらいたいと思います。スタート地点が見えてきた。オッケー、そうそう、スタート地点行ったら5キロ。イエスさよいしょ。給水給水。はい。はい。しっかり取ってね、給水。25分57。はい、5分3秒ね。おい、はい、ナイスランナイスラン。早なってる。オッケーオッケー。はい、いけるよ。いけるよ。いけるいける。初めてのレースの給水はどうでした？めっちゃ難しかった初めて給水したけど、給水の仕方とかもあるんですかね、多分。そう、給水の仕方ちょっともう一回あったら教えるんで、はい、はい、頑張りましょう。うい、はい、頑張れ頑張れゴーゴーゴー。変に落とすと逆に疲れちゃうんで、あまり落とさずに、イケイケどんどんでイケイケどんどんでイケイケどんどんでしょいっちゃうイケイケどんどんでやっちゃいましょう。まあ無理しない程度に、ペースね作って頑張っていきたいと思います。はい、豆原君頑張るでしょよっしゃ、う。 OK、 行きましょうい。はい、調子はう。まだまだ行きます。まだまだいける。 OK、 はい、向こう行ったら10キロね。よし、半分。はい、半分ね。はい、行くよ。うい、はい、頑張るよ。あ、ちょっと入ってます。はいよ。うい、はい、はい、5分5ね。はい、ナイスラン。さあ、向こう行った後1周ちょいよっしゃ、いける。いけるよ。行くしかないでしょ。行くしかない。オッケ気持ちいい。ー。気持ち気持ちいい。豆原君の最長距離が15なので、こっから勝負です。はい、さあ行ける。いやー、行くよ。行く。はい、5分7上がってる。いいね。ういや、はいよ。ナイスオッケーオッケー。おいオッケー。はい。あさラスト1周ね。オッケー。ラスト1周いける。あはい、ラスト1周いける。オッケー。今まで15だったのが16いってるから。未知の領域。そう、いけるいける。未知の領域。はい、ゴール見えてきたよ。おっしゃ、はい、あれ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 。見えてきはい、た。見えてきてるよ。最高。オッケー、行こう行こ行こう行こう。はい、いけるよ。うい。はい、あとちょっとラストちょっと。はい、いけるいける。う。ラストだぜ。めっちゃいいタイム出してますよ。行くぜ。いけるいける。まだ行けるぜ。まめちゃん疲れてないよ。行くよ疲れるわけないじゃん。いけるいけるいける。ゴーゴーゴー。ゴーゴーゴー。はい、もう19キロ。はい、5分あと1 10キロね。上がってるよ上がってるよ。うい、いける？あと行け。いけあと1キロ。あと2キロ。あと2キロ。 2キロ、そう。ハーフマラソンあと2キロ。あと2キロ。いけちゃういけちゃう。いけちゃうよ。向こう行ってちょいって終わあり。いけるいけあ、るいける。余裕だぜ。はい、ラスト1キロね。うい、ラスト1キロいくよほら。はい、頑張るよ。ゴーゴーゴー。ゴーゴー。あ、4分58。いいよ。あ、上がってんじゃん。はい、ももちゃんラスト直線。はい、ラストラスト。はい、ラスト直線頑張れ。いけはい、オッケー、ラストラスト。はい、いけるいける。ゴー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 。はい、いけるよ。はい、ラストラスト。はい、オッケー、ナイスラン。オッケー。はい、オッケー。オッケお疲れっしー。いゃ。や、ナイスラン。オッケー。オッケー。めっちゃめちゃ良かった。正式なタイムははいまた後で見れると思うんですけど、はい一応僕の指導タイム1時間48分56秒。あ、すごい。めっちゃ速い。50分切った。切った。いいっすね。いい。途中でやっぱりどうしても苦しそうなところあったかもしれないんですけど、やっぱり豆原君走ってる時にやっぱ楽しいって言っててはい走ってたのがやっぱそれが結構大事なところで、苦しい時こそなんか楽しく走ったりとか、まあ、景色途中でね見たりとかして、めっちゃ良かった。はい途中から本当にこれがランナーズハイなのかみたいな
そうとは確定できないんですけど、はいそんな感じはしました。あはい、あとね2人で声出しまくってはい、いやもうめっちゃ通りすがる一緒のランナーたちにも「お願いしますお願いします!」って言って行こうぜ「頑張りましょう!」って言いながら、ねやっぱその高め合いが結構ねいや良かったかもしれないですねよかった。です。いや5分30秒ぐらい1キロそれぐらいで行くのかなと思ったんですけど、まあ、5分10秒とか切ったりとかしてでさっきも言ったんですけど最後の直線とかもう4分切るぐらいで結構速いスピードで走ってたんでまだまだいけるっていうのででもこの楽しかったまだまだいけるっていうぐらいで終わらせた方がいいのでこれでやっぱ目いっぱい終わってしまうとそのフルマラソンであともう一発かってなってしまうので確かにま確かに、あ気持ちよく走ってもらったんでよかっためちゃくちゃ最高でした。いやあとねもう練習の成果が如実に出てましたね。マジっすか。やっぱ忙しい中でもこの言い訳つけないでいやそれ大事なんですよこれが。すみません芸人として何一つ面白いこと言ってませんがいやこれそうなんですよ意外と練習は嘘つかないっていうのがありましてそうもう本当にもう今日はちょっと得点いいですか。はいこの前98はいとかでそうですね結構高めにつけてくれました。 100です今日はよいしょありがとうございます。いや100の出来でしたもう最後どんどんペースも上がってってはいとりあえず第一関門クリアというかクリアいや大いにクリアこれは、はい11月マジで楽しみになってそうですね、はいまだあと4ヶ月ぐらい、まだ4ヶ月ぐらいあるんであるんでだからこれ大事なのは、はいこれ調子いいからって結構練習積んでしまうと思うんですよ、豆原君結構やっぱ一生懸命ね、やってくれるのでだけどそうかもそれをまあ抑えながらはいいけばいいしこんな暑くないから11月はあ確かにそうかもしれないですこの暑い湿度のあるこの条件でこのタイムなんでもっと涼しくなるんで、だからもっと走りやすくなると思うんでだからまあ記録も大事ですけど、はいやっぱ今日みたいな楽しむ感覚でね間違いない。まずは完走っていうところでそうまずそこなんです完走を目標でいったらタイムがついてきたみたいな、はいはいはい意外と中盤は余裕あるなと思ったんですけど3回目15キロ超えたところから僕未知の領域を16から超えてきてたんで、はいそこは若干不安がありつつ、うんまあ、ただでもあんまりそこまで大幅にペースを落とさずはい走れたんで、まあ、それは自分にとっては結構収穫かなとはいいい走りだったんじゃないかなと思いました。いやマジで最高でした。いやよかったです本当にお疲れ様お疲れでした。よしお疲れ様でしたお疲れでしたお疲れ様ですということで一旦ハーフマラソンの大会終えたんですけど次あるのは11月フルマラソンということで、まあ、それもね一旦未知の領域に入ってくると思うのでここから4ヶ月あるんで今まで練習してきたこととまたさらに次はフルマラソンの目標を自分の中でも立てて宇野健さんともいろいろ話しながらちょっと、フルマラソン完走できるように改めてメニュー組んで頑張っていきたいなというふうに思います。今日は自分にとってもすごいいい経験で楽しかったです。最高でした。